私のことまだわかる？見える？海ですよ。まーちゃんちょっと目開けてみてよ。ねまーちゃん。前なんかあの辺のずっと行ったところのホテルやったんちゃう？覚えてる？加藤雅也さんが若年性認知症を発症したのは9年前。百貨店や外資系の製薬会社で経理を担当していました。妻の克美さんが異変に気づいたのは転職のために面接を受けた日のことでした。会社から電話があって先方さんが怒ってはると。遅刻してきたのに何の挨拶もないって怒ってはる。どういうことでしたかって。ビルにはたどり着いたんだけどもどの部屋なのかが分からなくって、これはおかしいやろって。最初の診断では認知症は見落とされ、ストレスによる心の不調だと診断されました。会社を退職したことによるうつ症状やみたいなことをおっしゃって、どうもないっておっしゃったんですね。脳がどうもないんやったら、気持ち的なことやったらなんとかなる。認知症と診断されるまで3年かかりました。経理の仕事を続けたいと願いましたが叶いませんでした。ようやく見つけた介護の仕事で送迎の手順を忘れないために書いたメモ。このノートをね、書いてはビリビリ破って、これが破った後のノートなんですけれども、どっさりある。覚えてる？これまーちゃん。これまーちゃん書いたんやで。そうだな。ちょっと真面目なんです。もう働かんなあかんとそこはありがたいことなんですけど、私を養わんなあかんと。その3年間が本当に多分今ね、もうご飯食べられなくなったりとかいろいろあるんだけど、その時の彼の頑張りが本当尊敬してます。すごいです。失われていく記憶を何とか留めようと戦った証。ある日突然、そして少しずつ以前と同じことができなくなる現実。夏、雅也さんと妻の克美さんは思い出の水族館を訪ねることにしました。すごいのが出てきた。ショーを見てる私がショーに参加した時の写真なんですけど、雨でねすごく観客の方が少なくって、私がする羽目になったんですけど、この時のことをいつまでも言ってましたね。あんなとこ出て恥ずかしいとかって言いながらも写真撮ってくれてたんで、楽しかったと思います。写真を撮ることができなくなった雅也さん。加藤さんおはようございます。誰でしょう。おはようございます。克美さんは同じ認知症の下坂敦さんに旅の記録係をお願いしました。夫婦で積み重ねてきた26年。一緒に振り返ることができるのは夫の雅也さんだけ。13年前、シャッターチャンスを逃すまいと目を凝らしたステージです。多分涙流してはったんですよね。で目開いて見てはったなんか思い出したかなって思いました。認知症になるといずれは記憶を失ってしまうのでしょうか。私名前この頃呼べへんけど分かってるって聞いたことあったんです。その時にすごいね悪っていう顔しはったんですよ。ちょっと待ってください。悪っていう顔しはって、その時の顔がすごい、だから出てけえへんねんけど、出てけえへんことは悪いことやっていうことがすごい分かったはしもだっていう顔しはって、多分私の名前は出てこなくっても分かってる、絶対分かってると思います。全然忘れてないっていうのは自信があります。記憶は
失われるのではなく、思い出がしまってある引き出しがうまく開かなくなっただけ。勝美さんはそう確信しています。どういう生活したいですかって木山根さんが聞かはったんですよ。自由にしてやりたいって言わはったんですよ。私それがもう感動してらしいなという一部、もう本当にまた最後まで見やんでしょうがないなという気にさせてくれたね。ありがとう。ありがとうそういうことでございます。